皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？私の子供が小さかった頃、移動図書館が家のすぐ近くに来ていて、毎週いろんな本を借りては読み聞かせをしていました。その頃出会った本の中で、今でも時々思い出す話が、狐のお客様という絵本なんです。小学校の教科書にも平成4年から採用されているので、ご存知の方も多いかもしれません。ある日、お腹を空かせた狐が痩せたひよこに出会います。どうせなら太らせてからひよこを食べようと考えた狐は、ひよこを家に連れて帰って優しく世話をします。狐の親切を全く疑わなかったひよこは、狐お兄ちゃんって優しいねと心から信頼を寄せるんです。優しい？生まれて初めて優しいと言われた狐は、やめてくれったらそんなセリフと言いながらも、そのひよこの言葉を聞くたびに頭がぼーっとなったと言います。そんなある日、そろそろ太ってきたひよこが散歩に行きたいと言い出しました。はぁ、逃げる気だな。そう疑った狐はひよこの後をこっそりつけていったそうです。ところがひよこは逃げるどころか、途中で出会ったアヒルとウサギにも、狐お兄ちゃんは神様のように親切なんだよと話して、その2匹も家に連れて帰ってくるんです。神様のように親切と言われた狐は、すっかりその気になって、ひよこたちを大切に大切に世話しました。そんなある日、黒雲山の狼がひよこたちを襲うためにやってきました。すると、狐の体には突然勇気がりんりんと湧いてきて、ひよこたちを守るため、自分の命も顧みず、恐ろしい狼と戦ったんです。そして立派に狼からひよこたちを守り、代わりに自分は死んでいったと言います。残されたひよこたちは、世界一優しくて勇敢な着付けお兄ちゃんのために、虹の森にお墓を作って悲しんだそうです。この絵本が私の心にとても残ったのは、こういうことって本当にあるなぁと普段から感じていたからかもしれません。皆さんはどうでしょうか？もし誰かが、あなたなら大丈夫、あなたならできるからと心から信じてくれて、常に励まし続けてくれる人が身近にいたとしたら、どんなことでも、どんな時でもやり抜けるのかもしれません。昭和の脱獄王の異名を取る元受刑囚白鳥芳恵さんの話を皆さんはお聞きになったことがありますか？白鳥元受刑囚は盗みに入った先で自分たちを捕まえようとした家主を殺害、強盗殺人の罪で収監されました。ところが綿密な脱獄計画と超人的な身体能力によって脱獄不可能と言われている刑務所から4回も脱獄を果たしたんです。そのやり方は、お風呂の手桶の針金を使って独房の鍵を自作したり、手錠をかけられ手が使えないのに塩分を含んだ味噌汁を吹きかけて手錠を腐敗させ外したりと、知力を尽くしたものでした。でも脱獄を繰り返すたび、白鳥受刑者への監視の目はいよいよ厳しくなり、重さが20キロもある特注の手錠をかけられるようになり、24時間体制で監視されることもありました。
それでもなお、その厳しい監視をかいくぐって、自らの手錠を外し、3メートルある壁を素手でよじ登り、食器で抜け穴を掘っては脱獄してしまう白鳥受刑者に、当時の監視たちは、脱獄するなら自分が見張ってる時だけはやめてほしい、と話していたほどだったと言います。そんな白鳥受刑者が変わったのは、5度目に収監された府中刑務所でのことでした。当時の府中刑務所所長鈴木良丈さんは、白鳥が脱獄を繰り返すのは自分を人間扱いしなかった看守や警察に対する反発のゆえだと悟って、白鳥受刑者を今まで以上に厳しく監視しようとするのではなく、その手錠を外し、他の受刑者と同じように扱うことにしたというんです。脱獄を繰り返してきた自分を信じてくれた鈴木所長への恩を返すために、それ以降白鳥受刑者は刑務所内の仕事に真面目に取り組むようになり、二度と脱獄を見ることもなく模範囚になったといいます。そして14年後にはその服役態度が高く評価されて、仮釈放の許可も下ったそうです。カウンセリングに携わっていると、引きこもりの子供を変えるにはどうすればいいんでしょう。思いやりのない夫はどうしたら変わるんでしょうか。妻が自分のことを全然信頼してくれないんです。こんな相談をよく受けます。もしかしたら今日の2つの話はその答えになっているのかもしれないですね。皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。